皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は科学技術の発展による空の移動手段について考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。未来の科学が発展した時、空の移動手段が実現するために、様々な要素が必要です。以下は、その実現に必要な要素の項目です。安全性と制御技術。未来の空の移動手段が実現するために不可欠な要素です。これらの項目は、高度な技術やシステムが連携して効果的な航空交通管理と安全な移動を確保する役割を果たします。まず、制御技術について考えましょう。空の移動では数多くの機体が同時に空中を移動するため、これらを効果的に調整管理することが求められます。自動運転技術の進歩により、航空機は高度な制御システムによって自律的に飛行し、他の機体との協調や交通ルールの遵守を確保します。この自動制御技術は人為的なヒューマンエラーを最小限に抑え、安全性向上に寄与します。また、航空機同士や地上の制御センターとのリアルタイムな通信が欠かせません。先進的な通信技術を用いて、航空機の位置、速度、予定飛行経路などの情報をリアルタイムで管理し、必要に応じて制御指令を送ることが可能となります。これにより、混雑した空域での衝突や事故を未然に防ぐことができます。一方で、安全性の確保は制御技術だけでなく、様々な側面からアプローチされます。まず、航空機自体の設計や製造段階から耐久性や信頼性が確保される必要があります。新しい素材の開発や耐久テスト、厳格な品質管理が航空機の運航中における事故や機器の故障を最小限に抑える役割を果たします。さらに、予測メンテナンスやリアルタイムな健康状態モニタリングが導入されることで、機体の異常や劣化が事前に検知され、安全な状態での運航が確保されます。これにより、予定外の機械的なトラブルによるリスクが低減します。そして、人間の介入も重要です。緊急時や複雑な状況への対応は、自動化だけでなく、操縦士や航空交通管理官の的確な判断と迅速な行動に依存します。トレーニングやシミュレーションを通じて人間のスキルと冷静な判断力が向上することで安全性の向上が期待されます。エネルギー効率と持続可能性。未来の空の移動手段が実現する上で極めて重要な要素です。これらの側面は環境への負荷を最小限に抑えながら経済的かつ社会的な利益を追求するために不可欠です。まず、エネルギー効率に焦点を当てましょう。航空機の動力源が進化し、より効率的なエネルギー変換技術が採用されることで、運航中のエネルギー使用量が減少します。電動化やハイブリッド技術の導入は、従来の燃料よりもクリーンで効率的なエネルギー源へのシフトを可能にします。太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用する取り組みも進行中であり、これによって航空機のカーボンフットプリントを大幅に削減できる見通しです。また、航空機の設計や軽量素材の利用によって機体の重量を軽減し、エネルギーの効率的な使用を促進します。革新的なエアロダイナミクスや推進技術の進化も効力を減少させ、エネルギー損失を最小化する効果が期待されます。次に、持続可能性に焦点を当てましょう。持続可能な空の移動は、
環境への負荷だけでなく、社会的及び経済的な側面も考慮します。航空機の運航が地域社会や自然環境に与える影響を評価し、最小限に抑える取り組みが求められます。再生可能エネルギーの採用や、航空機の設計や製造段階でのリサイクル可能な素材の使用は、製品のライフサイクル全体を通じて持続可能性を向上させます。さらに、航空機の運航ルートや離着陸地点の選定において、生態系や自然リソースへの悪影響を最小化するための計画が必要です。社会的な側面では、持続可能な空の移動が地域経済や雇用に与える影響も考慮されます。地域社会へのポジティブな寄与や、地元の資源や技術を活用する取り組みが持続可能な航空産業の発展を促進します。空域管理とインフラ整備。未来の航空交通が円滑かつ安全に運営されるために欠かせない要素です。これらの側面は高度な技術と協力体制によって効率的で持続可能な航空ネットワークを築く上で鍵となります。まず、空域管理に焦点を当てましょう。航空機の安全な飛行と効率的な航路確保のためには、航空機が利用する空域を適切に管理する仕組みが必要です。これは、地上の航空交通管理センターが航空機の動向や予定飛行経路を監視し、異常な状況や衝突の危険性を早期に検知し、適切な指示を発行することを含みます。先進的なレーダーシステムや衛星技術を駆使した監視システムが空域内の航空機の位置情報をリアルタイムで把握し、安全かつ効率的な航空交通の運営をサポートします。同時に、異なる航空機やドローン、宇宙船などが共存する未来においては、これらの異なる空域利用を調整し、衝突回避や最適な航路の提案を行うための調整機能も重要です。次に、インフラ整備について考えましょう。これは、航空機の運航に必要な地上設備や施設を整備し、適切な運航環境を提供することを指します。まず、離着陸地点や空港の整備が重要であり、これらは需要に合わせて拡張可能な柔軟な構造を持つ必要があります。新しい航空機の要件に対応するため、滑走路や誘導路、駐機場などの施設が適切に設計され、機体のサイズや性能に対応できるようになっています。同時に、電動化や再生可能エネルギーの導入など、持続可能な運用が考慮されることが求められます。さらに、充電基地や給油施設など、航空機のエネルギー補給インフラも整備される必要があります。これには、電動航空機が増加する未来を見越して、急速充電設備や高効率の燃料供給インフラの開発が含まれます。最後に、新しい技術や運航手法に対応するためのトレーニングセンターや研究機関、航空産業のイノベーション拠点なども整備されるべきです。これによって、将来の航空インフラが急速に変化する状況において、人材や技術のアップデートが迅速かつスムーズに行えるような土台が構築されます。人間の認知と安全対策。未来の空の移動手段が実現する上で極めて重要な側面です。これらは航空機の安全な運航や緊急時の対応において人間の役割と技術のサポートが調和することを要求します。まず、人間の認知に焦点を当てましょう。航空機の操作や航行には高度な認知能力が求められます。未来の航空機は自動運転技術が進化している一方で、人間操縦士も重要な役割を果たすでしょう。そのためには、操縦士の認知能力や意思決定能力の向上が不可欠です。訓練プログラムやシミュレーションを通じて、操縦士は様々な状況に迅速に対応し、正確な判断を下すスキルを身につけます。航空機のシステムや操作方法に精通し、複雑な状況においても
冷静かつ正確に対処できるようなトレーニングが行われます。また、新しい技術やシステムの導入に伴い、操縦士と自動化システムとの相互作用を理解し、円滑な連携ができるようなスキルも重要です。次に、安全対策に注目しましょう。人間の認知と安全対策は密接に結びついています。緊急時の対処や事故の防止には、操縦士が正確で迅速な判断を行うことが不可欠です。一方で、先進的な技術が安全性を向上させる手段として重要な役割を果たします。新しい航空機はセンサーや AI 人工知能を搭載し、状況をリアルタイムで監視して、操縦士に情報提供を行います。これにより、操縦士はより正確な状況把握を行い、適切な判断を下すことが可能となります。また、自動制御システムが危険な状況を検知し、瞬時に適切な対策を実施することも安全性向上に寄与します。さらに、機体の予測メンテナンスや健康状態モニタリングも安全対策の一環です。先進的なセンサーやデータ解析技術を用いて、航空機の機械的な異常や劣化を事前に検知し、必要なメンテナンスを行うことで、運航中のトラブルや事故リスクを低減します。最後に、人間と技術の相互作用を重視することが重要です。技術の進歩に伴い、操縦士の役割が変化する中で、人間と自動化が連携し、安全性を最大化するための設計とトレーニングが求められます。これにより、未来の航空機が高い安全水準で運航され、乗客や地上の安全が確保されることが期待されます。環境への影響評価。未来の航空産業が持続可能かつ地球環境に配慮した形で発展するために欠かせない手法です。航空機の運航や関連インフラの整備が増加する中で、その影響を評価し、最小限に抑えるための環境への考慮が求められます。まず、排出ガスと温室効果ガスの削減が環境への影響評価の主要な焦点です。航空機は燃料を燃焼することで、二酸化炭素 CO2 や窒素酸化物、NOx などの排出物を生じます。これらのガスは気候変動や大肩木への悪影響をもたらします。環境への影響を最小限に抑えるためには、効率的な燃料の使用や再生可能エネルギーの導入が求められます。また、航空機の騒音も環境への影響の一環です。騒音は周辺の生態系や地域社会に与える影響が大きく、特に空港周辺地域では問題視されています。新しい航空機の開発や運航手法の改善により、騒音レベルの低減が図られ、地域社会との調和が促進されます。さらに、航空機の運航ルートや離着陸地点の選定も重要な要素です。繁忙な都市や自然保護区など、異なる地域においては、異なる配慮が求められます。環境への配慮が不十分であれば、生態系への影響や景観への悪影響が懸念されます。逆に、環境に配慮したルート選定や設計が行われることで、生態系の保全や景観の維持が可能となります。持続可能な航空産業のためには、循環型経済の導入も注力されています。航空機の製造や運航において使用される資源や素材は再利用可能であるべきです。また、航空機の退役後も適切なリサイクルプロセスが確立され、廃棄物の最小化が図られるべきです。一方で、環境への影響評価は科学的な手法に基づいて行われます。環境アセスメントやライフサイクルアセスメント LCA を用いて、航空機の全体的な環境への影響を包括的に評価します。これには、資源の取得から製造、運航、そして廃棄の過程までを対象にし、地球全体での環境への影響を詳細に把握します。最後に、航空機のエネルギー源においても環境への影響が考慮されます。
再生可能エネルギーの利用やクリーンな航空燃料の開発が進められ、これによって航空機の環境への影響が大幅に軽減されることが期待されています。コストとアクセシビリティ。未来の航空移動手段が実現する上での重要な側面です。これらは利用者にとって手頃な価格でサービスを提供する一方で、広範な利用が可能であることが求められます。まず、コストに焦点を当てましょう。航空機の開発、製造、維持、運航には多くの経費がかかります。未来の航空機が実現するには、これらのコストを抑えつつ、安定した経済モデルが確立される必要があります。技術の進歩や効率の向上により、航空機の製造コストが低減する可能性があります。軽量で丈夫な新しい素材の使用や、効率的な生産プロセスの導入などがこれに寄与します。同時に、エネルギーの効率的な使用や再生可能エネルギーの導入により、運航コストも低減されることが期待されます。コストの削減には、インフラ整備にも注力が必要です。効率的で持続可能なインフラは、運航コストを低減し、サービスを利用者により手頃な価格で提供する助けとなります。航空機の充電施設や給油設備、空港の整備など、これらのインフラ投資が航空産業全体のコスト削減に寄与します。次に、アクセシビリティについて考えましょう。航空機のアクセシビリティは、異なる地域や経済層の人々にとって利用しやすいかどうかが重要です。未来の航空機が広範な利用者にアクセス可能であるためには、いくつかの側面が考慮されます。まず、航空機の設計やサービスの柔軟性が重要です。異なる需要に対応できるような多様な航空機の提供や需要に応じたサービスの提供が必要です。また、適切な価格設定や料金体系もアクセシビリティに影響を与えます。コストを抑えながらも適正なサービス品質を提供することが求められます。さらに、地域や国際的なアクセスの拡充が不可欠です。航空機が利用者により身近な存在となるためには、適切な航空ルートの整備や航空サービスの拡充が必要です。地方空港や新航路の導入、交通インフラとの連携強化などがアクセシビリティ向上に寄与します。技術の進歩が進む中で、電動航空機や垂直離着陸機など、新しい航空機の登場もアクセシビリティに影響を与えます。これらの新技術の導入により、より柔軟かつ手軽に利用できる航空機が登場する可能性があります。最後に、デジタル技術の進化もアクセシビリティ向上に寄与します。予約やチケット購入、情報提供などがオンラインで行えるようなサービスが利用者にとって使いやすくなります。これにより、航空機の利用がより手軽になり、多くの人々が利用しやすくなります。新しい素材と技術。未来の航空機の発展において鍵となる要素です。これらの革新は航空機の性能向上、燃費改善、環境への負荷軽減など多岐にわたり、持続可能で、効率的な航空産業の実現に寄与しています。まず、新しい素材に焦点を当てましょう。軽量で強靭な複合材料の使用が航空機の性能向上に大きく寄与しています。カーボンファイバーやケブラー、グラファイトなどの高強度な素材が従来の金属材料よりも軽量かつ頑丈な構造を可能にしています。これにより、航空機の重量が軽減され、燃費の改善や飛行距離の延長が実現されています。さらに、3D プリンティング技術も素材の進化に大きく寄与しています。従来の製造プロセスよりも柔軟で効率的な製造が可能となり、複雑なデザインや内部構造を持つ部品を容易に製造できます。これにより部品の軽量化や
生産効率の向上が期待され、航空機の性能向上に寄与しています。次に、電動化技術が注目を集めています。電動航空機は、従来の燃料駆動に比べてエネルギーの効率が高く、環境への影響が少ないため、航空産業において革新的な進展が期待されています。電動航空機には、バッテリー技術の進歩も重要で、より高容量で軽量なバッテリーの開発が進められています。これにより、電動航空機の航続距離や運用性が向上し、より持続可能な選択肢となる可能性があります。また、自動運転技術も進化を遂げています。人工知能 AI やセンサーテクノロジーの向上により、航空機が自律的に飛行や着陸を行うことが可能になりつつあります。これにより操縦士の負担軽減や運航の安定性が向上し、より安全で効率的な飛行が期待されます。さらに、データ解析技術も航空機の運航やメンテナンスにおいて大きな進歩をもたらしています。航空機から得られる豊富なデータを分析し、異常な動作や機器の劣化を早期に検知することが可能です。これにより、予防的なメンテナンスや故障の事前対応が可能になり、航空機の運用安全性が向上します。最後に、宇宙技術の利用も未来の航空機において大きな可能性を秘めています。宇宙からのデータ収集や通信技術の進歩により、航空機の航行情報や気象データの正確な取得が可能になります。また、宇宙空間での燃料効率向上や新しい推進方式の開発も航空機の将来的な進化に寄与するでしょう。社会的需要性は、新しい技術やサービスが社会全体で受け入れられ、利用者や関係者から肯定的に評価される程度を指します。未来の航空機や移動手段が導入される際には、その新しい技術やサービスが社会的な期待や価値観に適合し、人々の信頼を得ることが重要です。まず、利便性とアクセシビリティが社会的需要性に大きく影響を与えます。航空機や移動手段が人々の生活を便利にし、広範な利用者層がアクセスしやすいことが期待されます。これにより、社会の様々なニーズに対応し、移動手段がより一般的で身近な存在となります。また、環境への影響が社会的な需要性に与える影響も大きいです。燃料効率の向上や再生可能エネルギーの導入など、環境への配慮が行き届いていることが期待されます。社会は持続可能性に対する意識を高めており、環境への負荷が低い新しい航空機や移動手段は一層受け入れられやすくなります。さらに、安全性と信頼性も社会的な重要性に影響を与えます。人々は新しい技術やサービスに対して安全で信頼性があり、事故やトラブルが少ないことを求めます。安全性の向上には、最新の技術や適切な規制の導入が必要であり、これが社会的な信頼を築く一助となります。また、コミュニケーションと情報提供も重要な要素です。導入される航空機や移動手段に関する情報が十分に提供され、一般の人々が理解しやすい形で伝えられることが求められます。透明性とオープンなコミュニケーションは誤解や不安を解消し、社会的な重要性を高める助けとなります。地域社会との共有価値の創造も大切な視点です。航空機や移動手段が地域社会にとってもプラスの影響をもたらし、地元住民がその利益を享受できるような仕組みが構築されることが期待されます。これにより、地域社会が新しい技術やサービスを積極的に受け入れる土壌が育まれます。また、法制度や規制も社会的な重要性に影響を与えます。適切な法的フレームワークや規制が整備され、公正で安定した運用が保たれることが信頼を構築する要因となります。
適切な法的基盤が整うことで、技術やサービスが社会において適切に活用されることが期待されます。最後に、倫理的な側面も考慮されるべきです。航空機や移動手段の導入が社会に与える影響は広範であり、公正性や平等性、個人のプライバシーの尊重などが重要視されます。これらの倫理的な観点が透明かつ適切に考慮され、社会的な信頼を構築する上で不可欠です。未来の航空機が社会的に受容されるためには、複数の要素が組み合わさる必要があります。新しい素材や技術の導入により、航空機の性能向上や環境への負荷軽減が実現されます。安全性、信頼性、そして効率的で便利なサービスが提供されることで、社会は新しい航空機を信頼し、利用しやすくなります。また、地域社会との連携や共有価値の創造が行われ、法制度や規制、倫理的な側面が考慮されることで、社会的な信頼性が向上します。透明かつ適切なコミュニケーションが行われ、情報が広く提供されることで、理解が深まり、誤解や不安が解消されるでしょう。総じて、これらの要素が統合的に考慮され、バランスよく調和することで、未来の航空機が広く社会に受け入れられる可能性が高まります。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。